にちは、ゆきみんです。今日もたわいもない話をしたいと思うんですけど、この間ね、道を歩いてたら小学校があったんですよ。その時私友達と一緒にいたんですけど、その友達が小学校の時ってすごい良かったなみたいな話を始めたんですよ。私がなんでそう思うんっていう風に聞いたら、小学校の時は自分にはすごい大きな夢があった。大きな夢があって、でも自分は今それに結局なれなかったから、自分が思ったよりすごい人じゃなかったっていうのを今知ってしまって悲しいみたいなことを言ってて、あ、わかるわかるみたいな、すごいわかるわって思ったんですけど、その後にちょっと考えたことがあって、私ね、小学校の時の将来の夢が弁護士か外交官か、あとね、国連で働きたいって思ってました。すごい憧れてたというか、かっこいいじゃないですか。小学校の時の社会の授業とかで国連の存在とかを知っていって、すごいこんなとこで働いたらかっこいいなみたいな感じで国連の職員になりたいとかね、そんなこと普通に考えてたんですけど、結構ね、その夢というか、自分がすごい人になれるっていう思いってなんかめっちゃ恥ずかしいんですけど、皆さんどうでしたか？私すっごい恥ずかしいんですけど、結構ね、高校卒業するギリまで、だから大学入るまでめっちゃそのまんまでした。本当に大学入るその時まで私はすごい人になれるって思ってた。すごいかっこいい職業というか、世間いっぱいに言われるめちゃくちゃすごい人になれると思ってたんですよ。なんでね、それがそうじゃない、自分はすごくねえってことに気づいたのかっていうと、大学に入って現実を見たというか、私中高の時本当にクラブにも入らずに勉強ばっかりしてたので、もう勉強をしないと生活ができないぐらい勉強ができなかったんですよ。これなかなかこう伝わらないんですけど、私本当に地頭が悪すぎて、一日のうちにこういろんな教科があるじゃないですか。朝から数学、国語、英語、なんか理科、社会みたいなのがガーッと続いてて、その一日に習ったことが次の日になったら忘れてるっていうか、もうそれ以前かな、授業の内容がそもそも全然わからなくってついていけなかったんですよ、本当に。だから中学校に入ったその時に私気づいたんですよね。あ、やばいみたいな、このままやと私のこの、中高一貫のとこに通ってたんですけど、この6年間は本当にやばいことになると思って、だからね、中学校1年から高校卒業するまで毎日その日1日習ったことでわからないことがあったら、全部その日の放課後にいろんな教科の先生を回って聞いてから帰るっていうのを6年間続けてたんですよ。これ言うとめっちゃすごいねとか真面目だね偉いねみたいなこと言ってもらえるんですけど、本当にそれをしないと自分の毎日がめちゃくちゃになるっていうことがすごい分かってたというか、私が行ってた学校がね、結構名ばかり進学校って言ったらすごい本当に申し訳ないんですけど、大した進学校じゃないけど勉強をしっかりやってくれる学校だったんですよ。勉強頑張る子めっちゃ応援してくれるみたいな学校だったので、私の親はそれをすごいいいなと思って、そこいいんじゃないっていう風に言ってくれたし、私もそれをすごいいいなと思ってたというか、勉強はねすごい好きだったので、分からへんのに好きだったんですよ。なんか好きだったので、だからね、やっぱやればやるほど、そう質問しに行けば行くほど先生はすっごい丁寧に教えてくれるし、よくしてくれたというかね、居心地のいい環境だったなと思います。あんま私立っぽくなかったです。私立の学校ってお嬢様が集まってるイメージとか、お金持ちが集まってるイメージとかあると思うんですけど、全然そんな学校じゃなくて、本当にね素朴な学校で、特に豪華なこととか何もないし、なんか教室も寒々しい教室だったし、なんかトイレとかも汚かったんですけど、でも勉強だけはやらせてくれるみたいな学校、その頑張る子には勉強をちゃんと教えてくれるみたいな感じで、本当にいい先生もたくさんいる学校で6年間を過ごしてですね、他のことはさておき、勉強だけはその勉強だけはですよ、その高校の中では最終的に上位3人か、3人は言い過ぎか、5人ぐらいの中に入るまでにはなってたと思います。で、その状態で過ごしてたので、自分はすごい人になれるってその時まで思ってたんですよね。その時まで思ってて、でも大学に入ったらやっぱそのよくできる子たち、各高校でよくできる子たちがガッて集まってるわけじゃないですか。だから自分の大したことのなさをまざまざと思い知らされたというか、
自分は本当に全然すごくない人なんだっていうのはもうね、入学式の時に気づきました。もちろんみんながみんなそうじゃなかったんですけど、私が入ったのが外国語学部だったっていうのもあったのかなと思うんですけど、やっぱ結構ね、帰国子女の子だったりとか、もうね、だから横でペラペラ英語喋ってるんですよね。留学生の子たちと会話とかしてるのを見て、あ、国連で働く無理やみたいなその時にすごくないんやって気づいたし、その後の授業とかもそうですよね。大学って全然勉強教えてくれるとこじゃないじゃないですか。例えばその英語でディスカッションしましょうみたいな授業に行っても、英語ができること前提なんですよ。英語でディスカッションができること前提でその授業が始まるので、その時まで言ったら受験英語しか知らないし、英会話というものを全然分かってなかったので、どんな風に話し始めたらいいのかとか、こんな意見を持ってて賛成しますみたいなことを英語でどう言ったらいいのかとかも分からない状態でいきなり、じゃあ今日はこのテーマについて話しましょう、言わずもがなもう置いてきぼりになるみたいな、帰り泣きながら帰るみたいなそういう4年間を過ごしながら、本当に4年間を通じて何が一番学びだったかって、自分がいかにそんなに大した人間じゃないのかというのを知ったっていう感じだったんですよ。そんな感じで就活を人並みにやって、会社に入って会社員になってっていう、そういう進路を選んだわけなんですけど、その友達が一緒に歩いてた時に、小学校の時は良かったわって言ってた友達が言ってたのが、自分は小学校の時はそういう立派な人になれると思ってたけど、結局なれんくって今会社員やってるみたいなことを言ってて、でそれすごいわかるわと思ったし、同時にじゃあそのすごい人って何だったんだろうみたいな、その自分が思ってたすごい人と今自分が思うすごい人って全然違うんですよね。大学入るまではものすごい世間で目立つ人、学生時代の自分ですらすごいと分かるような人たちのことをすごいと思ってたし、そういう職業ってすごいなって思ってたけど、その時って何がすごくて何が素敵かっていうことすら分かってなかった。曖昧だったなって思うんですよ、幸せの基準みたいなのが。とりあえずその地位ってすげえみたいな、その地位に行けばなんか自分はすごい人になれるみたいなことを考えてたから、すっごい大雑把な考えしかなかったんですよね。でもよく考えてみると、いい人生ってもっとね、本来細分化して具体的に考えていかないといけないなって。4年間の大学をなんとなく過ごして、周りにいいと言われるような会社になんとなく入って、その時に私ね、会社入ったっていうか内定もらった時に喜んだんですよ。めっちゃ喜んだんです。でもその喜び何だったんだろうなって今になったら思うんですよね。なんで喜んだかっていうと、社会的に世間一般的にとりあえずいいと言われるとこに入ったし、とりあえず社会人になれたし、とりあえず内定もらえたから喜んだみたいな。でも私それまでの人生で一回も会社員になりたいと思ったことなかったし、別にその会社にすごい憧れてたわけじゃなかったし、たまたまそこに取ってもらえたっていうだけで、なんで喜んだのか未だによく分かんないというか、それはとりあえず安心したっていうのがあったんでしょうね。親も喜んでくれたし、みんな喜んでるからええやんみたいな感じで思ってたけど、でもやっぱり自分の中では別に会社員になりたいわけではなかったんですよ。それが多分ずっと心の中にあって、会社員として4年間過ごす中でやっぱ違うと思って今の生活に切り替えたんだと思うんですよね。だからすごい大事だなって思うのが、具体的に考えることが本当に大事だと思います。会社員になりたいとかでもちょっと曖昧すぎるというか、仕事よりも大事だなって思うのが、自分はどんな生活、どんなライフスタイルがいいのかっていうのを考えるっていうのがめっちゃ大事だと思ってて、最近ブログにも書いたんですけど、私会社入った時に周りの先輩たちがね、結構おしゃれな方が多くて、全身ブランド物の服着てたりとか、ブランド物のカバン持ってたりとか、そういう先輩が多くって、別に自分がそういうものが欲しいと思ってたわけじゃないけど、なんかすごい居心地が悪かったんですよ。私はその時、もちろん新入社員でお金そんななかったので、1週間に年に3日ぐらい同じ服着たりとかしてたし、なんかすっごい居心地悪いなって思ってたけど、でも別に将来そういうブランド物に身を包んでいたいかというと、そうじゃなかったんですよね。そういうステータスというのかな、そういうものに憧れてたっていうのも全くなかったんですよ。だからね、その会社が倒産しない限りは
このまま自分はこの会社で働けばお給料がそれなりに入ってきて、先輩方みたいにブランド物が買えるぐらい生活に余裕ができるんだなっていうのは分かってたけど、でも自分はそんなブランド物を着て生活するというような人生に憧れているか、そんな人生が送りたいかといえば、微妙だなって思ったんですよね。別に私はそんなブランド物の服が買えるほどのお金の余裕は別にいらない。それよりかは自分の選んだ環境で自分の好きなだけ働けて、自分の好きな人たちに囲まれながら過ごすっていう、そっちの自由の方がよっぽど価値があるなっていう風に思ったっていうのも結構ね、会社辞めようかなって思う時のきっかけだったなと思います。なるべくね、具体的に考えるっていうのは結構大事だと思うんですよ。例えば1週間に1回はめちゃくちゃ高級なレストランに行きたいって思う人がいたら、その人が10年間に使うお金って結構すごいじゃないですか。でも例えば1週間に1回ぐらいカフェでコーヒー飲めたらいいなみたいな人がいたとしたら、週1でカフェに行きたいっていう人と週1で高級なレストランに行きたいっていう人とでは、生涯にかかってくるお金が全然違うわけじゃないですか。どっちがいいとかじゃないと思うんですよ。その高級なレストランに通って美味しい料理食べるのが人生の喜びっていう場合は全然それでいいと思うし、将来レストラン開きたいなとかって思ってるのであれば全然そこは投資していくべきというか、そこにお金をかけるべきだと思うんですけど、ただ人それぞれ幸せの形っていうのがあって、望むものっていうのがあって、言っちゃえば私は結構お金がそこまで必要ない幸せを求めているというか、高級なレストランで食べる楽しみだったりとか、いいホテルに泊まりたいとか、わかるんですよ。豪華なお家を持ちたいとか、そういう形の幸せ、そういう人がいるっていうのもすごくわかるんですけど、たまたま私の場合は自分の思う幸せにあんまりお金がかからないというか、じゃあ定額で毎月お金が入ってくるような仕事を選ぶ必要があるかというと、そこまでなかったりとか、自分の思い描くライフスタイルみたいなのを具体的にしていけばいくほど、結構無駄が省けるというか、考えることだったりとか心配事だったりとか、それこそお金の心配とかもね、結構減っていくんじゃないかなっていうふうに私は思っていて、学生時代に思い描いていたようなすごい人にはなれてないし、そういう人生は今歩んでいないんですけど、でも毎日幸せなんですよね。だから何を求めるかっていうのがね、大事だと思うんです。例えばYouTube やるにしても、登録者50万人欲しいとか、100万人の有名 YouTuber になりたいとか、人気 YouTuber になりたいっていうのがあったら、私多分今 YouTube 楽しくないと思うんですよね。私は10人でも見てくれる方がいたらそれで十分幸せというか、小さい規模でやっていくのがすごい好きなタイプなので、本当に今の状態にすごく満足しているので、夢とかなりたいものとかなりたい姿とかって漠然としていればいるほどすごく辛くなると思うんですよ。毎日が具体的にしておくことによって毎日結構気楽に生きられる。私なんて毎日あれですよ、ご飯おにぎり1個食べたら幸せみたいな感じなんで、何になるかっていうよりどんな生活を送りたいかっていうのを具体的に考えるのが大事だし、それが結局自分の夢を叶えたことになるんじゃないかなっていうふうに思います。ギャップはね、ありますよね。ギャップは小さい時に思ってたんと違うみたいな、思ってたんとちょっと違うみたいなのはやっぱありますけど、そんな中でもじゃあどうしていきたいかっていうのを考えていくのが、人生はそういうもんなんじゃない、人生はそういうものなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで今日はこんな感じでお話ししたんですけども、またこの話聞きたいとか質問とかご相談とかあればぜひコメント欄の方に残していただけると嬉しいです。ではでは、いきみんでした。バイバイ。